どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい、今日は乗り物について話したいと思います。乗り物っていろんな乗り物がありますよね。例えば自転車とかバスとか電車とか、車とか船とか飛行機とかいろんな乗り物がありますよね。皆さんはどの乗り物を一番よく使いますか？僕は電車を一番よく使います。日本の都市部、大きい町、では電車は便利でいろんなところに行けますよね。で、あまり遅れることもありません。あまり遅延しません。もちろん満員電車の時は人が多すぎて大変です。でも日中、昼間、空いてる時は電車に揺られながら外の景色を見たり、ぼーっとしたりするのもいいですよね。それから電車といえば新幹線もありますね。僕は新幹線好きです。普通の電車と違って席もちょっと大きいし、それから食べ物を食べたり飲み物を飲んだりすることもできますね。新幹線の中で飲み食いできるのもすごく新幹線ならではのいいところだと思います。それから他の乗り物で言うと自転車にもよく乗ります。皆さんはよく自転車に乗りますか？僕は家から最寄り駅に行くときにいつも自転車に乗ります。でもそれだけじゃなくて買い物に行ったりするときに自転車を使うのも便利ですよね。買い物をするときに買ったものを自転車で運べるのですごい楽だと思います。それから天気がいい日は自転車に乗って風を感じて走るのもすごく気持ちいいですよね。それからバスもありますね。僕はバスには時々乗ります。でもバスは電車と比べるとちょっと不便だと思います。電車の方がバスより便利だと思います。例えば電車の駅にはコンビニとかいろんなお店が大抵ありますけど、バス停の周りって大抵何もないですよね。それから電車ほど乗り継ぎも簡単じゃないですよね。電車は他の線から違う線に乗り継ぐのがちょっと簡単ですけど、バスだとちょっと複雑だったりややこしかったりする時もあります。それから車。僕はほとんど車には乗りません。どうですか？皆さんは車に乗るのが好きですか？車を運転するのが好きですか？僕は免許はあります。でもあんまり運転するのが好きじゃないんです。電車とかバスとかは座っているだけで目的地に着きますよね。運転手さんがいるので乗る人は運転しなくてもいいですよね。でも車を運転するときは常に集中していなきゃいけませんよね。なので車を運転するのはちょっと疲れると思います。でもたまに友達とかと一緒にドライブして途中でサービスエリアによって休憩したりしながら旅行するのは楽しいと思います。特に日本のサービスエリアはその土地の地元の食べ物とか地元の飲み物とかそういうものがあるので、旅行をしながらサービスエリアによってそういうものを見るのもちょっと面白いんじゃないかなと思います。それから飛行機ですね。飛行機は別に好きでも
嫌いでもないです、僕は。でもめちゃめちゃ便利だと思います。例えば東京から北海道とか沖縄に行きたかったら飛行機に乗るのが一番楽ですよね。それから僕は空港に行くのも好きです。空港に来ると今旅行してるなっていう感じがあってちょっとテンションが上がるんです。僕は前北海道に飛行機で旅行した時に空港に着いてすぐ空港にあるレストランで札幌ビールの期間限定のビールがあったのでそれを飲んだんです。それがすごく美味しくて、空港に着いた瞬間地元の味を楽しめる、こういうところが僕が空港とか飛行機が好きな理由です。なので空港の中にもいろんなレストランとかお店とかがあって街に出なくても空港だけでも十分面白いですよね。それから船、これはなかなか乗る機会がないと思います。どうですか、皆さんは船に乗ったことがありますか？僕は神奈川県の箱根に行った時に船に乗ったことがあります。箱根には芦ノ湖っていう湖があるんです。でそこで船に乗ることができます。僕は湖とか海とか川とか水が好きなので船もちょっと好きです。時々ね、僕横浜出身なんですけど、時々横浜にすっごい大きなクルーズ船が止まってるのを見るんですけど、いつかはそんな船に乗って贅沢な旅行をしてみたいなって思います。はい、ということで今日は乗り物について話してみました。皆さんは普段よくどんな乗り物に乗りますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。